皆さん、お味はどうですか？最高！実家のテレビで野球中継見ながら食べたい味。家庭的なお味で優しい。とても美味しいです。キラリもお一ついただくね。うわー、じゃがいもホクホク、お味もデリシャス。キラリほっぺ落ちちゃう。あ、プロデューサー、おはよう。おはようございます。遅いよ、プロデューサー。なかなか来ないから、京子ちゃんお手製の肉じゃが食べ過ぎちゃったよ。プロデューサーさんもよかったらいかがですか？昨日作りすぎちゃって。どうですか？はい。そんな、私まだ15歳ですし。さすがに私も流されませんよ。プロデューサーさん、どういうことですか？結婚式場のコマーシャルに出演するんですか？びっくりした。なんだか驚いて損した気が。これがその企画書ですか。多種多様な挙式ができることを PR、 アイドルの理想の結婚式を実現。なるほど、興味深いですね。ウェディングドレスを着るからお嫁さんか。そりゃあお嫁さんになってくれって言うよね。自分らしくプランニングした結婚式で CM 撮影だって。それに新曲の CM ソングまで歌わせてもらえるな。そんないいんですか？この4人でウェディングのお仕事なんてなんだか運命的ですね。もう一人？遅くなってすみません。学校終わってすぐに走ったんですけど電車に間に合わなくて。お待たせしました。わあ、ゆうきちゃんだ。あっつあっつ。ひらりさん、それから皆さんもお疲れ様です。音倉ゆうきです。あれ？プロデューサーさん、お仕事の話って。ゆうきちゃんと私たちでユニットを組んで結婚式場の CM のお仕事をするんだよ。自分で選んで可愛いドレスを着て夢の結婚式を作れて新曲も歌ってハッピーハッピーがいっぱいなお仕事だよ。私が CM のお仕事ですか？皆さんと一緒にユニットのお仕事？それに新曲まで嬉しいです。あ、でも私ユニットで歌うのとかは慣れてなくて、それに結婚式のことなんて何にも分かりませんし、ご迷惑をおかけしてしまうかも。大丈夫、迷惑なんて思う人ここにはいません。それにユニットは協力し合うものだから。はい、ありがとうございます。頑張ります。皆さんよろしくお願いします。ええ、誰しも初めてがあるものですし、一緒に頑張りましょう。それに私も結婚したことがありませんから。私も結婚したことはないな。
私だって当然ないですよ。それじゃあ早速レッスンしなくちゃですね。あとはスケジュールの確認と。はーい、京子リーダー、よろしくおにゃーしゃー。はい。リーダー、私ですか？お嫁さんにしたい有名人アワードアイドル部門グランプリ、未来のフライパン王だもん。京子ちゃんしかいないよ。未来のフライパン王だが、さておき、私も京子さんが適任だと思います。いろいろ教えてください、京子さん。プロデューサーさん、私でいいんですか？わかりました。みんなとプロデューサーさんがそう言ってくれるなら私頑張ります。ちなみにユニット名とかはあるんでしょうか？なるほど、愛を応援するのが私たちのお仕事ですものね。素敵な響きで花嫁さん役にふさわしいと思います。じゃあリーダーの京子ちゃん、テンションアップする掛け声でお仕事始めよう。おにゃんしゃー。わかりました。じゃあそうですね、私が目指せハッピーと言きますから、皆さんはウェディングで行きましょう。いいですね。わかったわかった、真面目なリーダーだな。では行きます。目指せハッピーウェディング。自分たちで会場を整えてドレスを選んで新曲のレッスンもしなきゃいけないし、あとはその前にまずスケジュールの確認をしなきゃ。ゆうきちゃん。はい。大丈夫ですか？いろいろと落ち着いていないように見えるのですが。なんでもありません。ちょっといろいろ考えてて。ああ、2人ともここにいた。スケジュール持ってきたよ。あと京子ちゃんからの伝言だよ。ちゃんと見ておいてくださいね。だって2人ともはい。ありがとうございます、ゆきさん。京子さんもリーダーのお仕事頑張ってくれているのですね。ほんとまめに世話してくれて助かるよね。でリハーサルは会場が準備できた人の順でやるって。ちゃっちゃと準備に移らないとね。そうなんですか？お二人はどんな結婚式をしたいかもう決まってるんですか？ええ、そうですね。私は自分でフルートを演奏して思いを伝えられたらと思っています。私らしさといえばフルートでしょうから。私はやっぱり野球関連かな。野球に絡めてワクワクする演出がたくさんあって、みんなで盛り上がれる結婚式にしたい。お二人とももうそこまで考えてるんですね。やっぱりすごいな。それに比べて私はまだ何も。何？まだ考えがまとまってないの？まあ焦らなくっていいと思うよ。まだ時間はあるしさ。ね？
レッスンもしなきゃいけないし、理想のウェディングプランも練らなきゃいけないし、アイドルっていろいろ忙しいよね。そうですね。でも充実しているのはいいことですね、ゆうきちゃん。はい、そうですね。じゃあ私こっちだから、また明日のレッスンでね。お疲れー。お疲れ様でした。じゃあ私たちも帰りましょうか。ゆうきちゃん、この後少しお時間ありますか？はい、大丈夫ですけど、何でしょう？ゆかりさん、とっても素敵でした。音色が澄み切っていて。ありがとうございます。でも指使いがぎこちなくなってしまいました。まだまだ練習が足りませんね。そんな、プロみたいでしたよ。でも意外でした。ゆかりさんが河川敷でフルートの練習をしているなんて。ちょっと親近感が湧きました。私も走り込みでよく来てるので。河川敷仲間ですね。仲間か。嬉しいです。もちろんユニットの仲間でもありますよ。いろいろと心配なこともあると思いますし、私でよかったら何でも話してくださいね。もしかしてその話をするためにここへ？緊張していたみたいだったから、フルートの音でリラックスしてほしいと思って。それから私も同じだったなって思い出したんです。私も以前ユニット活動をした時は気遅れしていて、でもメンバーと話すうちに共通点が見つかって、仲良くなったらお仕事もしやすくなったんです。ゆかりさんにもそんな出来事があったんですね。私だけじゃありません。みんなありました。だからゆうきちゃんの気持ちもわかるし、力になりたいと思っているんです。そうですよね。私、皆さんの足を引っ張らないようにってそればっかり考えてて。一緒に前に進みましょう。私たち仲間なんですから。はい、そうですね。ありがとうございます。どういたしまして。ゆうきちゃんがよければもう一度演奏してみてもいいですか？はい、もっと聴かせてください。今でも十分上手なのにさらに上手になるなんて。本番はどんな風にするつもりなんですか？私も成長した姿を見せたいですから。今まで私を育ててくれた人たちみんなに感謝の気持ちをあげたい。そう、こんな風に。胸にあふれるこの思いは希望。フルートの音色に乗せて届けます。今まで育てていただいた感謝を込めて。もちろん一番近くで聴いていただきたいのはあなた様。こ
この言葉を伝えることが叶わなくとも、きっと伝わっていると信じていますから。このケーキおいしい。上品なクリームにふわふわのスポンジ、それにフルーツの酸味が絶妙。これがウェディングケーキですか？飾り付けも可愛いですね。ゆかりちゃん食べてますか？あ、届かないなら取り分けましょうか。いただいてますから大丈夫です。それにしてもお料理もケーキもものすごい種類と量ですね。どうしてもお料理にはこだわりたくて、自分で作れないケーキはちょっとだけ試食させてもらってるんです。ちょっと食べ過ぎちゃったかな。こだわりたくなる気持ちわかりますよ。私も音楽にはこだわりたいと思っていますから。京子さんもゆかりさんもこだわりの結婚式ですごいです。本番は見られるのかな？見られると思いますよ。本番当日はスタンバイして順番に撮影を始めるから、待ちの時間に。やったー！みんなこだわるポイントが違って個性的な結婚式が見られそうですよね。私も絶対に幸せいっぱいの式にしなきゃ。京子さんすごい気合ですね。だって結婚式ですよ。お嫁さんになれるんですよ。女の子の憧れじゃないですか。2人だってお嫁さんになりたいって思ったことありますよね。あれ？2人ともお嫁さんになりたいって思ったことありませんか？私は幼い頃よりフルートを習っていたので、フルート奏者になりたかったですね。お嫁さんは考えていませんでした。あれ、そうなんですか。ゆきちゃんはどうですか？私は幼稚園の頃はケーキ屋さんやお花屋さんになりたいって言ってました。あとはアイドルになりたかったかな。そっか。私お嫁さんって女の子みんなが一度は憧れるものだと思ってました。京子さんがお嫁さんに憧れたきっかけは何だったんですか？最初のきっかけは親戚のお姉さんの結婚式に行ったことですかね。リングガールをしてドレスを着せてもらって、ウェディングドレスを着たお姉さんが綺麗で、招待されたみんなも幸せそうに笑ってて、テーブルを囲んで美味しい食事をして、すっごくあったかい空間だったんです。私もいつかああなりたいってずっと憧れで。そうだったんですね。それを思うと今ここに私たちが集っているのは不思議な気分がします。そうですね。小さい頃はそれぞれの夢を持ってたのに、今は一つの夢を目指してて。結婚式をする夢をアイドルとして叶えることになるとは思いませんでしたけどね。京子さんをお嫁さんにしたいファンの人たちがまた増えちゃいますね。お嫁さんにしたいアイドルって言われるのはちょっと照れちゃいますけど、でもファンが増えるのは嬉しいかな。そしてやがていつかは本当のお嫁さんになって温かい家庭を築くんですね。それはいつかもし大切な人ができたら。でも今はそういうことは考えてない
いですよ。お仕事のことで頭いっぱいですし。今はほら、撮影でファーストバイトがうまくできるか心配で、プロデューサーさんとかスタッフさんに見られながらだし、もうドキドキしてて。プロデューサーさん、どうしてここに？それはプロデューサーさんですから、お仕事ですよね。そうですよね。私は大丈夫ですよ。あ、そうだ、プロデューサーさんもケーキ食べますか？取り分けましょうか。そうだ、プロデューサーさん、京子さんの相手役になってあげてください。お仕事のために。ゆきちゃん？いいですね。プロデューサーさん、ぜひお願いします。もう2人ともこうなったら仕方ないですね。プロデューサーさん、そこに立ってください。大きな口を開けて。恥ずかしい。喜んでもらえたならいいですけど、いつか私もこんな風にたった一人の誰かと美味しいケーキを食べさせ合ったりできるのかな。でも今は大切な人たちみんなと幸せな時間を分け合っていきたいな。それが今の私の夢だから。私といえばやっぱりここだー！プレイボール球場、初めて来ました。ゆきさんは野球場で結婚式を挙げるおつもりなんですか？いやいや、それはさすがに許してもらえなかったから。今日は取材だよ、取材。好きなことをやっていいって言われたし、野球尽くしにしたいなって思ってるんだ。入場曲は勇ましく、みんなに応援歌を歌ってもらうでしょ。ウェディングケーキも野球場の形にして、最後にはバルーンを盛大に飛ばして。本当に野球が好きなんだ。それだけお好きだと旦那様となる方も野球好きの方なのでしょうね。それはどうかな。そりゃ話が合う方がいいと思うけど、野球が好きじゃなくてもどっちでもいいよ。ならゆきさんはどんな人がタイプなんですか？ゆかりちゃん、強気のド直球だね。それとも天然？おお、ゆきちゃんの恋バナ、君も聞きたいに。教えて教えて。ひらりちゃんまで。これは追い込まれた。好きなタイプか。今まで考えたこともなかったけど、好きなものを持っている人かな。好きなものを持っている人、それはどうしてですか？好きなことを追っかける気持ちを分かってほしいっていうのもあるし、好きなことがある人って強いと思うんだよね。強い？そうそう、何かを好きな気持ちってパワーになるじゃん。私なら
野球からものすごいパワーをもらってる。嫌なことがあってもキャッツが勝ったりファンが笑ってくれれば明日も頑張ろうって思えるし、ちょっとやそっとでへこたれてらんないんだよ。それすっごくわかるよ。キラリも大好きなファンのみんなやキャンミュイの洋服のために頑張りたいって思うもん。だから今回のお仕事も超ハッピーハッピーでワクワクだって、ウェディングっていう特別な日を舞台に大好きなことをいっぱいできるもん。ほらゆかりちゃん、キラリちゃんのこの笑顔見て、キラキラしてるでしょ。ええ、とっても素敵です。うっきゃ、てるちゃん、これが好きなことのパワーなんだよ。キラリちゃんの笑顔もこの野球場の熱気もそう。好きなことは人を強く魅力的にするんですね。そうだから、私の未来の旦那様は自分の好きなものを持ってて、少しは私のことも好きでいてくれる人だと嬉しいかな。ヒュー、ゆきちゃん、キューユー、キューキュー。もうカラカードなし。この話終了。ゲームセット。好きなことをいっぱい詰め込んだユキさんの結婚式、とても楽しみです。楽しみにしてて。思いっきり盛り上げるから。で、ゆかりちゃん、好きなパワーが集まるこの野球場、素敵って言ったよね。もっと好きになってもいいんだよ。さらに言うとキャッツのファンになってもいいんだよ。くっつかそうか。ルール知りたい？ユキさんの好きなものに向かう思いはとってもよく伝わってきました。それを全力で注いだ結婚式はさぞや楽しい式でしょうね。きっと参加する人たちみんなで盛り上がれる最高に楽しい式になるね。結婚式でも球場にいるみたいにみんなで一緒になって声を出して盛り上がりたい。そう、こんな感じで。さあみんな声出して。いいじゃん。肩の力抜いてカジュアルに行こう。ユッキーのウェディングプレイボール。先生、私姫川ユキは旦那様を一生愛し続けることを誓います。そんでもって新婦から新郎に最初のキャッチボール。愛のボールど真ん中に投げちゃうよ。いつも尊敬と感謝を忘れず共にいられることの幸せに感謝し、私音倉優希はこれからずっと愛し続けることを誓います。どうでしょうか。ちゃんとできました。完璧です。結婚式の内容も無事決まってよかったね、ゆうきちゃん。ありがとうございます。これも京子さんや皆さんからアドバイスやサポートをたくさんもらえたからだと思います。本当に感謝してます。た
たくさんたくさんお世話になりました。こういうシーンドラマで見たことあります。結婚前夜に娘がお母さんに言うセリフですよね。いえ、京子さんのことをお母さんみたいって思ってるわけじゃ。わかってます。嬉しいですよ。頼ってもらえたことも、ゆうきちゃんが打ち解けてお仕事してくれたのも。だから自分のことも褒めてあげてくださいね。京子さん、ありがとうございます。お二人ともあっつあっつ。へー、これがチャペルか。ドキドキしちゃう。キラリさん、お疲れ様です。お疲れ様です。わあ、この道がバージンロード。とっても可愛いドレスを着て、ここをゆっくり歩いて、みんながハッピーハッピーに祝福してくれるんだ。ドレスを着てみんなの視線を浴びて、それってアイドルみたいですね。バージンロードを歩いてるときは、女の子みんながアイドルになれるんだ。キュンキュンだね。そうですね。でも、ちょっと距離が短いですよね。距離？どういうこと？こんな20メートルなんて走ったら一瞬ですよ。バージンロードを走ったらダメ！すみません。私、陸上部なので、走ったらどのくらいの秒数かすぐ考えちゃうんです。バージンロードは花嫁の人生を意味するって言われてるの。この道を歩む一歩一歩は花嫁が歩んできた日々、そして未来を共に歩む旦那様のもとへ向かうんだって。じゃあバージンロードを走ったりしたら、あっという間におばあちゃんだよ。それは困ります。私、走ったりしません。絶対に。でも、好きな人が目の前にいるんですよね。そうしたら、やっぱり、走りたくなっちゃいそうです。早く、好きな人のそばに行きたくて。それってとっても素敵だね。早く好きな人のそばに。早く？どうかしました？そういえばキラリさんはどうしてここに？思い出した！キラリ、ピーちゃんに頼まれてユウキちゃんを呼びに来たんだった。すみません。本番用のドレスの件ですよね。何度か衣装室へ行ったんですけど、どれも可愛くて、なかなか決められなくって。じゃあ、キラリと京子ちゃんで、ユウキちゃんのドレス決めを手伝ってあげよう。衣装室へ、レッツラゴー！やっぱり決められません。どのドレスも素敵すぎて。ウェディングにお作法はあるけど、これって最後は花嫁の好みで決めるものだから迷っちゃいますよね。こういう時はキラリさん。おや？キラリの出番。助けてください、キラリさん。私に似合うドレスってどんなものだと思いますか？ちょっと待ってて。
しいドレスを見つけました。じゃじゃーん。これはミニタケのドレス？でもミニタケは身長が高い人には似合いにくいって言われてるみたいで、私が着ても大丈夫なんでしょうか？ゆうきちゃんはこのドレスどう思う？可愛いです。とても。私が着てもいいのかなって思うくらい。だから。キラリンも大きいからそう思ったことたくさんあったよ。キラリさん？でもひーちゃん、アイドルのお友達、ファンのみんな、いろんな人がキラリンも可愛くしてていいんだって教えてくれたの。だからゆうきちゃんもね、可愛くなりたいなら可愛くしてもいいんだってキラリンは思うよ。可愛くなりたいならですか？キラリさんの言葉っていつでも勇気をくれますね。私にこのドレス似合うと思いますか？もちろん。ダーリンのところまで思いっきり走っていけるドレスだよ。旦那様と未来に向かって駆け出せるドレスでもありますね。じゃあ着てみたいです。着ます。私もちゃんと自分らしく可愛いお嫁さんになりたいから。それに皆さんが選んでくれたドレスだったら背筋を伸ばして自信を持って着られそうです。そう、こんな風に。好きな人とか恋とか今はわからないですけど、今私が走っていくとしたらみんなのところへ走っていきたいです。追いつきたいし隣で笑い合いたいから。私らしく走っていきます。これまでもこれからも。かわいいドレスがいっぱい。ワクワクもいっぱい。キラリさんはどんなドレスを着たいんですか？かわゆいお姫様みたいなふわふわのドレスがいいな。デコデコするのもいいけど、ここはかわゆく。なるほど。じゃあ式はどんなのにするの？やっぱり可愛い感じでまとめるの？キラリが大好きなものをたくさん詰め込んでハッピーな式にするよ。いいねいいね。私も野球要素盛りだくさんの式にするつもりだし共感できる。じゃあまずはキラリさんにぴったりのドレス見つけちゃいましょう。さっきから試着しまくってるけどなかなかぴったりなのは見つからないね。キラリさんその長身ですから既製のものだと丈が足りなかったりしてなかなか難しいですね。大人っぽくてセクシーか。そうだよね。プリンセスラインにこだわるとないんだ。そっちにすれば問題ナッシングだよね。ならキラリはマーメイドとか
さんはそれで納得できるんですか？かわいいお姫様みたいなふわふわドレスが着たいって言ってたじゃないですか。いいんですか？そうだよね。好きなものをたくさん詰め込んだ結婚式にするんだったら我慢しちゃダメだよね。でもすみません。どうしてもプリンセスラインのドレスが着たいんです。何か方法はありませんか？大変でも見つかるかもしれないんですよね。だったらやります。やらせてください。花嫁さんは結婚式の主役ですから。でもキラリさんの気持ちが大事です。本当の気持ちを教えてくれませんか？キラリさん、主役として何が着たいですか？キラリン、本当はかわいいふわふわのプリンセスみたいなドレスが着たい。よっしゃ、よく言った。じゃあみんなで探そう。わがまま言ってごめんね。これくらいのことわがままでも何でもありませんよ。それに一緒のお仕事をする仲間じゃないですか。衣装さんもお手伝いをお願いしていいですか？じゃあ私はプロデューサーさんに話を通してきます。私はメンバーに連絡して協力してもらえるようにしとくね。キラリちゃんは式場の人と作戦会議しといて。ありがとうみんな。できたー！会場の飾り付けはこれで終わりですね。あとはドレスだけみんな暇さえあればドレスショップに電話しまくってるんだけどな。なかなかないもんだね。撮影はした。もともと作っている時間もありませんでしたし。こればっかりは仕方がないね。これ以上先延ばしにすると撮影に支障が出るもんね。式場で貸し出してるドレス着るよ。でもみんなが頑張ってくれて本当に嬉しかったの。キラリン、すっごく幸せ者だから大丈夫。キラリさん、ピーちゃん、キラリンのドレスね。まさかの逆転ホームラン！ピッツァありがとうあ、キラリさん、大さん。ピッツァ、これで撮影できるよ。キラリもかわいいプリンセスみたいな花嫁さんになれるの。そう、こんな風に私たちはこれまで共に時間を過ごしてお互いを大切な存在だと思い合うことができました。
これからも共にいられる幸せに感謝し、互いに尊敬し合えるよう努力しながら、ずっと一緒にみんなをハッピーハッピーにすることをここに誓います。ヒラリンを花嫁さんにしてくれてありがとう。ハッピーハッピーな時間だったね。ひらりさんの結婚式、とてもロマンチックでした。まるで本物のお姫様を見ているようで。ありがとう。みんなが協力してくれたからキラキラキラリンになれたんだ。感謝いっぱい。チームとして当然のことをしただけだよ。みんなも私の結婚式では盛り上がってくれてありがとう。ユキさんの結婚式はとっても楽しかったです。結婚式であんなに大きな声を出してキャッチボールしてなかなかないですよね。私もフルートを披露できて嬉しかったです。5人とも全く違う結婚式でしたけど、だからこそ良かったんじゃないでしょうか。それぞれ自分の好きを詰め込んで自分らしい結婚式ができましたよね。で、どんな CM になってるのか仕上がりが気になるよね。抜け駆けしてカンパケを見た人はいない？はい、みんなで見ようって約束しましたからね。このチャンネルでこの時間にオンエアされるはずですよ。緊張する。始まりますよ。皆さんお静かに。自分らしさの魔法をかけて最高のハッピーウェディングを。旦那様、結婚式場のリズラブ。京子ちゃんバージョンだ。かわいい。ちょっぴり恥ずかしいですね。でも嬉しい。素敵な CM にしてもらいましたね。プロデューサーさん、いかがでしたか？この CM を見てたくさんの人が素敵な結婚式を挙げてくれたら嬉しいですね。はい、私今回のお仕事でとってもいい経験ができました。この経験を次につなげていきたいです。次？それはつまり自分の結婚式にも生かしていきたいってこと？冗談だよ。本当に初めての結婚式はいつかってことで。はい、私もその時は今回以上に幸せで手作りの結婚式にしようと思いました。さすがお嫁さんにしたいフライパンをでも今回は京子ちゃんがリーダーとして頑張ってくれたからチームがまとまったよね。頼りになるお嫁さんにしたいアイドルってことです。そう思ってもらえたら嬉しいです。まあそうだよね。しかしお嫁さんか。いつか私たちも本物のお嫁さんになるのかな。そうだね。一生アイドルって言ったらお嫁さんにならないかもだけど。どんな伝説のアイドルも引退
して結婚していますからね。本物のお嫁さんか。今はまだ全然考えられないですけど、いつかはそうなるのかもしれませんね。でもまだまだ先かも。だってキラリたちはアイドルだもん。そうだね。今は人を幸せにする側。ね。そしてアイドルのお仕事を通してたくさんの幸せをもらっています。じゃあみんなが幸せで私たちも幸せでい続けるためには、アイドルとしてお仕事して活躍し続けないと。ならば私たちが幸せにしてくださいと頼む先は一つしかありませんね。じゃあみんなで言っちゃおう。え、本当に言うんですか？こういうのは勢いとタイミング。今回のお仕事をくれた感謝も込めてさ。わかりました。大事な言葉だけどプロデューサーさんになら。じゃあリーダーの京子ちゃん、掛け声おにゃーしゃ。はい。じゃあ皆さん、私がせーのって言いますから。それは分かってるから大丈夫だって。ではせーの、プロデューサーさん、幸せにしてくださいね。